こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は M5 スティック C プラスを始める1というテーマで動画を配信します。最初にこれから使用していく M5 スティック C プラスについて解説します。M5 スティック C プラスとは M5 スタックテクノロジー社のマイコンボードです。液晶画面や入出力端子2個のボタン、LED、赤外線送信、ブザー、3軸ジャイロ、マイク、リアルタイムクロック、バッテリーが内蔵されています。他にもシリアル通信及び Wi-Fi や Bluetooth などにも対応していて、これらの機能をプログラムで自由に使用することができるので、電子工作やデータ表示器、IoT 機器の製作などいろいろなアイディアを形とすることができます。プログラム言語は C 言語ベースの ARDU の IDE や Visual Program UI Flow、Python でプログラムを作成することができます。M5 スティック C プラスにはVisual Program Editor UI Flow が用意されています。このスライドでは UI Flow を使用するまでの流れを説明していきます。最初に flow.m5stack.com にアクセスし、ウェブページを表示します。そしてこのページよりファームウェアをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍して、ファームウェアの書き込みソフトを開きます。そして M5 スティックを USB ケーブルで接続し、ファームウェアの指示に従って設定を行っていきます。ここで Wi-Fi との接続ができれば、M5 スティックに API キーが表示されます。この API キーを UI フローの設定画面で入力して使用することになります。以上が M5 スティック C プラスの準備の流れです。M5 スタック C プラスを使用する場合、プログラムエディター UI フローをウェブページより使用できます。この画面に表示されたアドレスを入力して立ち上げるとこのような画面となります。そこで左の UI フロー 1.0 を選んでカンファームを選択します。するとこのような画面が表示されます。この画面を下にスクロールしていくとファームウェアっていうところが表示されます。そこでお使いの PC の種類によって Windows か Apple を選んでいきます。するとファームウェアの書き込みソフトがダウンロードされます。ダウンロードされた ZIP ファイルは任意の場所へ展開してください。展開されたフォルダー内に M5burner.exe がありますので、これをクリックするとスライドの画面が表示されます。このソフトより USB ケーブルで接続された M5 スティック C プラスにファームウェアを書き込みます。画面では左の機種を選択しバーンボタンを押して書き込みを行います。この時 Wi-Fi の設定も行います。ファームウェアの設定が終わり、次にコンフィギュレーションのところでもう一度 Wi-Fi の設定も行っておきます。そして再び UI フローを起動し、左の項目を選んでカンファームを選択をしていきます。設定画面が表示されたら、M5 スティック C プラスに表示された API キーを入れ OK ボタンを押します。そのようにすると UI フローと M5 スティック C プラスが接続された状態となり、UI フローで作成したプログラムを実行したり書き込むことができます。M5 スティックが接続されると UI フローの左下に接続済みと表示されますが、接続されていない場合には更新ボタンを押して接続を試みてください。それではスタックを、M5 フローにつないでプログラムを作成から保存までやっていきます。まずflow.m5stack.com に接続するとこういう画面になります。ここで、こちらの方を選んでやって、こちらの方ですね、コンファームを選びます。で、こういう形で、出てきますので、こちらの方ですね、接続されてなければ、この This Connected というのが出てきます。M5 スタックを USB ケーブルでパソコンにつないでやって、電源を入れた状態でこちらの方で、ね、更新ボタンを押してやります。そうするとここが接続済みになってきます。ちょっと拡大しますね。こういう形になってきます。で、この状態でプログラムを書いていくことになります。で、簡単な
このラベルをこちらの方ですね、ここに入れてやって、で、このラベルの UI を、ここにこう表示するというだけのプログラムですね。で、これだけを実行するには Run を押してやれば、接続された、スタックにですね、スティックの方にこの Hello M5 っていうのが出てくるんですね。で、これを保存、M5 の方に保存するにはダウンロードボタンを押してやります。これでアップロードが完了して、M5 スティックの方にプログラムが保存された状態になっていきます。こういうような形で、使用できるということですね。今回は M5 スティック C+ の接続方法について解説をしていきました。次回は UI フローを用いた簡単なプログラムの作成について解説していこうと思っています。ご視聴ありがとうございました。